人間関係で衝突することはよくあることですが、こうしてほしいという思いがコントロールになってしまうとどうなるのでしょうか。サイコロジートゥデイによると、成人の 50% 以上が生涯で感情的虐待を経験することが予想されています。感情操作とは、人を操ることや他人を支配したり、被害者にしたりするために特定の戦略を行使することを指します。これは一般的に虐待的な手段で誰かに影響を与えたいという欲求から来るものです。虐待をする人は自分が被害者の人生を支配する権利があると信じ込んでいますが、それは自分が優先権を持ち、虐待で得られる力を楽しみたいと願っているからです。感情的な虐待は個人的な関係、社会的な関係、仕事上の関係などを含めたあらゆる関係で起こり得ることです。このような場合、被害者は無力感や苦痛を感じ、負のサイクルの中に閉じ込められ、精神的に深刻な影響を与えられることがあります。有害な関係や虐待的な関係から自分を守るためには、感情的に虐待する人の特徴的な言動や行動を認識することが重要です。これは自分自身の安全や心身の健康を守るための第一歩ともなります。それでは、コントロールする人の最も一般的な兆候を細かく見ていきましょう。この動画は教育目的であり、専門家のアドバイスに変わるものではないことをあらかじめご留意ください。その1、距離を詰めるのがあまりに早すぎる。感情を操る人は常に最終目標を持っている熟練した嘘つきです。基本的にある種の権力を得ることが目標なのです。そのために必要なことは何でもし、まずは関係構築の重要なステップを飛ばすことから始めます。人間関係であれ家庭であれ、人を操る人は弱さを共有するフェーズに到達するのを急ぐようです。ラブボミングという言葉を聞いたことがありますか？これは虐待者が尋常じゃないほどの愛情を表すことで偽りの信頼感を確立し、彼らはあなたに対してオープンで感情的に敏感であると認識させることです。カウンセラーの資格を持つ北イリノイ大学の教授であるスザンヌ・デックス博士は、ナルシストがこの戦略を使うとき、獲物がゲームに夢中になる前に獲物を捕らえるためにそうすると説明しています。自己愛の強い彼らはあなたの願望をよく反映し、信じてもらいたい人物像を作り上げることができますが、それは全て幻想です。彼らはあまりにも多くのことを早く共有し、繊細さを演出し、あなたに特別だと思わせる戦略も巡らせます。そうすることで被害者は、あたかも自分が特別なゾーンに入ったかのように感じます。そして彼らの関心や同情を得て、被害者が自分の気持ちに責任を持つよう仕向けます。その2、気遣っているふりをする。あなたが何かに疲れてしまい、サポートと安心感を必要としているとしましょう。彼らは、初めは行動を起こし助けようとするでしょうが、そのエネルギーはすぐに消極的で無関心なものに変わるでしょう。被害者が助けを必要としているとき、彼らはそれを自分のことにする方法を見つけるでしょう。被害者を少しでも助けるために彼らは、ごめん、自分が重荷になっているからだよね、と毒々しく自分に注目を向けさせるのです。彼らは自分にとって都合のいい時だけ被害者を気遣うふりをすることができます。周りに気遣いを示すときは自分の都合のいい時だけなのです。その3、問題解決に協力しない。彼らは口論になる理由を作る傾向があり、その解決されていない緊張感を利用して主導権を握ります。このような場合、彼らは被害者に責任を負わせ、被害者が自分に対して感情的になっていることを利用するのです。結婚家族セラピストの資格を持つアニータ・チリパラによると、健全な関係のパートナーはお互いに話を聞き、妥協しようとするものである。人を操る人は我が道を行くという態度で挑むでしょうと述べています。感情を操る人は被害者側の非を主張します。相手が何をしていても、もしくはしていなくても、自分のせいではないと。彼らが怒った場合、怒らせたあなたのせいだと主張し、あなたが怒るなら過度な期待をしたあなたのせいだと主張します。健全な関係では、二人は常に尊敬と共感を中心とした価値観を共有し、たとえ困難な状況であってもそれを維持します。どんなに高い壁が立ちはだかっても、お互いに気を配り続けます。しかし虐待的な関係では、虐待者はその状況から自分を遠ざけ、被害者の心の引っかかりを解決することを避けます。彼らは対立を私たちの問題ではなく、あなた対私の問題であると考えます。このように有害な状況では、被害者は彼らの味方をするよう追い詰められ、最終的には折れることになります。話し合って物事を収めるという面倒な状況を避けるために、彼らはそう仕向けるのです。その4、ガスライティングをしてくる。
感情を操る人は現実をねじ曲げて、どんな状況でも自分が被害者であるかのように見せるのが不気味なほど上手です。ガスライティングは感情的虐待の一種で、最初は見分けがつきにくく、被害者の信頼と自尊心に大きな影響を与えます。サイコロジートゥデイによると、被害者が自分自身を疑うように仕向け、そんなこと起こるわけない、あなたはおかしい、などと否定する言葉を言い続け、現実や事実を混乱させ依存するように誘導します。ガスライティングをすることで彼らは自分の有害な行動を無視する自由を得られ、自分の悪い行いを認めないようになります。そして問題や責任をあなたに転嫁し、あなたを邪魔するように機能していきます。あなたは目の前の問題に対して自分が悪いと感じ、頭がいっぱいになります。ガスライティングは自信喪失、不安、混乱を植え付け、うつ病などの深刻な精神疾患を発症させる可能性があります。一方でガスライターは反省することなく先に進んでしまうのです。その後、あなたを社会的に孤立させていく。彼らはあなたを社会的に孤立させるために、友人や家族との連絡を制限することがあります。国立生物工学情報センター内で掲載された研究では、孤立は被害者の生活やアイデンティティを弱め、依存の感覚を育てることを目的としていると説明されています。あなたが友人と遊んだり、実家に帰って家族に会ったりするのを嫌がるのは、他の人と過ごす時間を増やされると操作されているという異常に気づくのではないかと恐れているのです。彼らはあなたの社会的な輪を制限することで人脈やつながりを支配し、最終的にあなたをより支配できるようになります。また、彼らからの報復を恐れたり、彼らに強制されたりして、被害者が自主的に隔離していくこともあります。彼らは被害者の弱点を強く意識し、それを逆手に取ろうと常に思っています。このような虐待的な傾向は自分のナルシズムと根深い不安から来ており、それをあなたに投影しているのです。彼らはあなたの弱点を食い物にし、あなたを貶め、消耗させることで生きているのです。教授のプレストン・ニーは、一部の虐待者はユーモアや皮肉に見せかけて、あなたは劣っていると不安にさせてくるような発言を好む。あなたを悪く見せることによって、あなたに対して心理的優位性を押し付けてくると説明しています。このように心理的なダメージを与え、被害者が倒れるのを見ることで、彼らは最大の満足感を得ることができます。例を挙げます。あなたが追い込まれて不安になっていると彼らは気づくとしましょう。社会的な場面でそれを指摘したり、あなたが最も弱い人間だと思わせたりして、あなたを利用するかもしれません。このような方法で、被害者の自尊心を破壊し続けながら、彼らの自尊心を満たしていくのです。その7、ギルトトリップをしてくる。彼らは自分の欲望を満たすためにあなたの罪悪感を利用します。テイクルートセラピーの創始者であるサバ・ハローニルリは、被害者の過去や欠点を利用し、過去にしたことに対して義務感を感じさせたりして巧みに操ってくると説明しています。被害者の罪悪感を誇張し、欲求を捨てさせ、責任を感じさせ、被害者をよりコントロールしやすくするのです。彼らは罪悪感を道具にして被害者の行動を操り、自分が支配者であり続けるために被害者の願望を無視するよう仕向けます。彼らのゲームはあなたに依存心を抱かせることで、あなたへの支配を持続させることにあります。そして問題なのは、彼らはこれが非常にうまいので、自分の正気を疑ってしまうことです。感情を操る人は予測不可能で不合理な行動をとるため、付き合っていくのが難しいかもしれません。彼らはあなたのアイデンティティと個性の感覚を蝕む可能性があります。混乱と毒性から抜け出せないと感じるかもしれませんが、彼らの傾向を理解すれば、自分を守るために強い境界線を設定できるようになります。感情を操る人の行動をコントロールすることはできませんが、あなたの中で制限を設けることはできます。相手がその一線を越えたら、逃げるための逃げ道を用意していくことが何より大切です。自分の安全と幸福のために、その人から距離を置く必要があります。彼らを対処するのはかなり難しいので、信頼できる友人や家族と緊密に連絡を取りながら対処していくことがより重要になります。今日も安全で幸せな一日をお過ごしください。それではお元気で。